紀元前4世紀、地中海に浮かぶ小さな島スタゲイラに一人の青年がいました。彼の名はアリストテレス。やがて万学の祖と呼ばれ、人類の知の歴史を根底から作り変えることになる人物です。私たちの世界はアリストテレスが築き上げた土台の上に成り立っていると言っても過言ではありません。科学、倫理、政治、芸術、あらゆる学問の源流をたどると必ず彼の名に突き当たります。彼は一体どのようにしてこの偉大な知の体系を築き上げたのでしょうか。彼の生涯をたどりながらその思想の核心に迫っていきましょう。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。紀元前367年、17歳になったアリストテレスは当時の知の中心地アテネへと旅立ちます。彼が目指したのは偉大な哲学者プラトンが創設した学園アカデメイアでした。プラトンはソクラテスの弟子であり、イデア論という壮大な哲学を提唱していました。アカデメイアでの日々はアリストテレスにとって刺激に満ちたものでした。彼はプラトンの教えを熱心に学び、その才能はすぐに認められます。プラトンは彼をアカデメイアの魂とまで称しました。しかし、師弟の思想は次第に分かれていきます。プラトンがイデアという目に見えない抽象的な世界に真理を求めたのに対し、アリストテレスは目の前に広がる現実世界こそが探求すべき対象だと考えました。有名な言葉があります。私はプラトンを愛するが、しかし真理こそ愛する。これは死への敬意を払いながらも自らの探求の道を追求するアリストテレスの強い意志を表しています。紀元前347年、プラトンの死後、アリストテレスはアカデメイアを去り、各地を放浪します。そして紀元前343年、マケドニア王フィリッポス2世からの要請で彼の息子アレクサンドロスの家庭教師となります。後に大王と呼ばれることになるアレクサンドロスは当時まだ13歳の少年でした。アリストテレスは彼に哲学、修辞学、詩、そして科学を教えます。アリストテレスの教育はアレクサンドロスの世界観に大きな影響を与えました。アレクサンドロスはアリストテレスから学んだ論理と探求の精神を持って広大な帝国を築き上げていくのです。この師弟関係は歴史上最も影響力のある組み合わせの一つと言えるでしょう。アリストテレスはアレクサンドロスの遠征に同行し、各地の動植物を観察し、膨大な情報を収集しました。これが後の彼の生物学研究の基盤となります。紀元前335年、アリストテレスは再びアテネに戻ります。そして自身の学園リュケイオンを創設しました。リュケイオンはアカデメイアとは異なる特色を持っていました。プラトンが対話と思辨を重んじたのに対し、アリストテレスは観察と分類、そして体系化を重視しました。彼は生徒たちと共にあらゆる事象を徹底的に調査し、その結果を記録しました。リュケイオンはいわば世界で最初の総合大学だったと言えるかもしれません。生物学、天文学、物理学、倫理学、論理学、政治学、アリストテレスはあらゆる分野にわたり知の体系を築き上げていきました。彼は物事の原因を探る4つの原因という概念を提唱しました。質量因、何からできているか。形相因、何であるか。指導因、何によって作られたか。目的因、何のために作られたか。この思考法は
現代の科学研究にも通じる物事の本質を探るための強力なツールとなりました。アリストテレスの最大の功績の一つは論理学を体系化したことです。彼はオルガノン、思想の道具と呼ばれる一連の著作で正しい推論の法則を定めました。特に有名なのが三段論法です。大前提、すべての人は死ぬ。小前提、ソクラテスは人間である。結論、故にソクラテスは死ぬ。このシンプルでありながら強力な推論形式は西洋の思考の根幹を形成し、今なお私たちの論理的な思考の基礎となっています。アリストテレスは人間はいかに生きるべきかという問いにも答えようとしました。彼の代表的な論理学の著作がニコマコス倫理学です。彼は人間が目指すべき究極の目的はエウダイモニア、幸福、よく生きることであると述べました。この幸福は快楽や富といった一時的なものではなく、理性的活動によって魂が徳を完成させることによって得られるものです。そしてその徳とは極端な状態を避け中庸を目指すことだと説きました。例えば臆病と向こう水の中間に勇気があり、浪費とケチの中間に寛大さがあります。この中庸の徳こそが幸福な人生を送るための鍵であると彼は考えました。アリストテレスは人間をポリス的動物と定義しました。彼は人間は一人では生きられず、共同体の中でこそ本来の能力を発揮できると考えました。彼は様々な生態を分類し、それぞれの利点と欠点を分析しました。王政、貴族性、立憲生態が正しく機能する生態である一方、独裁性、下等性、民主性は腐敗した生態だとしました。彼の政治思想は後の多くの政治家や思想家に影響を与え、西洋の政治学の礎となりました。紀元前323年、彼の教え子であったアレクサンドロス大王が急死すると、アテネでは反マケドニアの機運が高まります。アリストテレスは迫害を恐れ、故郷スタゲイラへと逃れます。そしてその翌年、62歳でこの世を去りました。彼の死後、リュケイオンは存続しましたが、彼の著作は一度歴史の闇に埋もれてしまいます。しかし、その後のイスラム世界で彼の著作は翻訳され、研究が続けられました。そして中世ヨーロッパに再発見されたアリストテレスの思想はキリスト教神学と結びつき、スコラ哲学の土台となりました。トマス・アクナスをはじめとする多くの神学者は彼の思想を研究し、アリストテレスは哲学者と称されるようになりました。ルネサンス期以降、科学革命が起こる中で彼の説の一部は否定されました。しかし彼の観察と論理に基づく探求の精神は近代科学の発展に不可欠なものでした。アリストテレスはただ哲学を語った人物ではありませんでした。彼は目の前にある世界の全てを理解しようと試みた史上類を見ない知の探求者でした。彼は科学と哲学を分け隔てることなく、あらゆる事象の根本原理を探り続けました。その功績は1000年以上を得た今もなお、私たちの思考や社会に深く根付いています。彼の残した遺産は単なる知の集積ではありません。それは世界を深く観察し、論理的に思考し、そしてより良い生き方を追求する普遍的な知の姿勢そのものなのです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。